突然ですが、光を 100% 反射する球体の中では何が見えるでしょうか？ 3、2、1、0、0、0、0、0。ごめんね。何を言ってるのか、私にはわからない。わかってあげたいの。だけど、今はそうしてあげられる時間がないかもしれなくて、やらなくちゃいけないこと、たくさんあるの。と答えたあなた。バカめが兵法を知らぬボンボンクめ。グはこの愚かなる私めにもわかる20スリット実験と今すぐご検索ください。真っ白。と答えたあなた。バカめが兵法を知らぬボングはあとゼロでも飲んで頭真っ白にした方が。真っ黒。と答えたあなた。貴族階級です。この動画をおすすめします。忌憚のないご意見お待ちしております。気なる者同士で英知を共有しましょう。それ以外のボングは検索かストゼロしてるのでもう見ていませんから。しめしめ。は。生見ているな。致し方ありません。貴族以外の方はウプ主を称賛するコメントでもお書きください。私は称賛されるのは面倒で好きじゃないのですが、貴族階級でもない人に批判なんてされたら脳みそ沸騰しちゃうので致し方ありません。いいですか？貴族に批判コメなんてしたらどうなるか。わかりますよね？宇宙の法則が乱れます。絶対ダメですよ。皆さんに許されるのは称賛のみですよ。ありがとうございます。ボングの皆さん、称賛ありがとうございます。でもまだ動画終わってねえから。コメントって動画見てから書くもんだから。ベルの不等式の破れ。なんだ、雑魚か。ノーベル物理学賞受賞、おめでとうございます。自作小説で取り上げていたので嬉しい限りです。本当にすごいです。自作小説で取り上げていたらノーベル物理学賞を受賞するなんて、私は本当にすごいです。アスペは、私に比べると、あまりすごいと思えないです。私もアスペも、感情って自分じゃどうしようもないですからね。うるさい、黙れ、物理は一瞬の油断が命取り。この自作小説の一幕では8世紀の錬金術師ジャービル・イブン・ハイアーンとその息子を、謎の少女エミリエルが量子力学に導くシーンが描かれています。この現代科学さえ超越したエミリエルの行動が後に世界大戦を巻き起こす、というストーリー構成ではございますが、私は思うのです。現代科学を超越するキャラクターを描くなら、作者も現代科学を超越するのが責任だと、私以外の作家はそこまで思わないようですが、例えばこの、おバカさんとかですね。お前どっちか一つも見たことねえだろ。私は漢字を習っていないので見分けがつかないと言ってるのと何が違うのでしょうか。この言葉の何がボングの共感を呼んでいるのか、ボングの方はぜひコメント欄で教えていただければ幸いです。で、超越したものが以下の理論です。一世紀近く成果を出せていないくせに自分が頭いいと思ってる現代物理学者の先を行けているか、ぜひご精査ください。さて、クアンタムメカニクス、この言葉の直訳は皆さんもご存知の通り、物理学者が余計なことすると結果が変わる、です。あらゆる事象は物理学者が観測せずともそこにあり、むしろ物理学者のせいで失われるものしかありません。我思うゆえに我ありとか言ってる。おバカさんこの宇宙から出て行ってくれると幸いです。死ねってことですね。何？ブラックホールおさらい。月は出ているか？この 100% 反射球、なんかに似ています。そう、ブラックホールですね。ブラックホールは何でも吸い込む吸引力が注目されがちですが、その本質は事象の地平面下にあります。物理学者にとって不可侵の神の領域です。物理学者は頭が悪いのですぐ神を信じ、日本に原爆を落とさせたユダヤ権力者アインシュタインのケツ穴を舐めます。一度派遣奴隷として働かせ、人間の神は人間であることを彼らのひ弱な体に叩き込む必要があります。事象の地平面とはすなわち、エネルギーが一定以上を超えると物理法則が変化する、という示唆です。ここではブラックホールを有数の地平面とします。物理学者同様私も今回はその内部について言及しません。別の宇宙があるかもしれませんし、我々こそ別の宇宙のブラックホールかもしれませんね。まるで美人の靴下をひっくり返すように。この靴下をひっくり返す、という考え方はとても大事です。逆張りとか、チェス盤をひっくり返すとか、子供っぽいですよね。美人の靴下を脱がせる、この考え方は虚数的な発想と知的好奇心をもたらします。こんなものが本当に代わりになるの？なぜなら知りたいという環境はモテたいから発生しており、美人というトロフィーの示唆が100倍の結果をもたらすことは進化論と YouTube アナリティクスによって証明されているからです。こんなこと言うのも恥ずかしいが、君は僕の勝利のトロフィー。トロフィーはお金で買うもの？いいえ、トロフィーは功績に贈られるもの。物理、それは一切のゆとりも許されぬ世界。美人のトロフィー効果が証明されているなら、実践せぬは許されないのです。今回の授業で大事なのは、この愛ってやつですね。愛が大事なんですね。著名な物理学者である私も昨日、新垣結衣の愛ちゃんをあんあん言わせてきたところなんですよ。私はアイアンマンだ。
タッハ。物理の楽しさを教えるとはこういうことを言うんですよ。物理学者のザーボンさん。言うわけねえだろ、バカが。リラックス油平線。内部はリラックの海と呼ばれる虚数空間。地平面が有数のみの場合、その反対の虚数方向、つまり我々の物理法則は再現がないことになってしまいます。宇宙は無限ではありません。この子供が考えたような記号はフィクションです。有数の地平面が存在するなら、虚数の地平面も存在します。エネルギーが一定以上なら有数の地平面を超え、一定以下なら虚数の地平面を超えるというわけです。虚数側の地平面を便宜上、リラック水平線と呼称します。この水平線の向こうはあらゆる抵抗が存在しない行為の真空空間です。赤外線カメラは、赤外線が物質に当たった赤外点を見ているだけで、赤外線は見えません。この赤外線カメラで見えない場所が我々が観測できない領域です。そう、赤外線カメラとは、見えないものが見えると謳う、やばい商品だったのです。物理学者、政府、消費者庁、これらはそれぞれ、見ざる、聞かざる、知られざるなので、バナナをあげるとやばいことにも協力してくれます。虚構詞。星が見える。リラック水平線の向こうは量子のみが存在し、量子はこの空間でめっちゃ膨張します。ミクロの光子が宇宙レベルに膨張します。なぜ膨張するかといえば、行為の真空はポテンシャル障壁が存在しないからです。この宇宙サイズまで膨張した光子を便宜上、虚光子と呼称します。はい、ということで本日もこちら、やっていきたいと思います。ちょっと、ちょっと待って、これはやばい、ホワイトホール。じゃあ影の部分が使徒の本体なわけ？このディラック水平線には穴となる物質が存在します。その名の通り、物質です。ヒッグス場、強い力、一定以上の核運動量、量子を有視化するあらゆるものが該当します。便宜上ホワイトホールと呼称します。ホワイトホールに入ると虚光子は一気に絡め取られ、通常の光子として我々の宇宙に権限します。Now retract the cable. Brace for impact now. 天体を一点に凝縮せし物がブラックホール、虚光子を一点に凝縮せし物がホワイトホールです。暗闇の光波は、物質に触れると白い粒になり、そして私たちに、この宇宙という世界を見せる。よってホワイトホール、的な。今夜のあなたは綺麗ですね。間違った、今夜は月が綺麗ですねだった。これは漱石の罠じゃ。ホワイトホールの働きは、磁力によく似ています。量子の1は存在確率の分布でしか表せませんが、その分布自体が一つの量子であり、それもホワイトホールに収束されている過程で、その以前は宇宙サイズの虚光子だった、というのが本理論になります。磁力線も量子であり高速と言われていますが、例えば、量子が高速の2倍で広がり、高速の2倍で縮まるとどうなるでしょう。A 地点から B 地点まで、高速で到達しますね。二重スリット実験は、エネルギーが行為の真空空間で波長化し、物質に触れた瞬間に点になる。量子は波と粒子の性質を合わせ持っているのではなく、波から粒子に変化している、ということです。この一連の理論を、日本は物価が安いのにタバコだけは先進国並みの理由はタバコ税の割合が世界トップクラスだから理論カッコ仮とします。名前に特に意味はありません。ヨダソースティアーナみたいなものです。じゃあ、ヨダソースティアーナ理論でいいじゃないか。うっせえな。私はヤミカスマンだ。宇宙で最も小さい量子は、宇宙で最も大きい虚光子だった。一見頭がいかれたこの仮説を用いると、ある現象を説明できます。その現象とは、次回、量子エンタングルメントの解決、交互期待。